今日は受け身系のパート3の1、歴史や出来事を表現するお勉強をします。続いて、受け身系のパート3の2、出来事や歴史を表現するお勉強をします。続いて、受け身系のパート4、製品や原料を表現するお勉強をします。受け身系のパート3の1、まずこちらを見てください。大阪にある USJ ですね。皆さん知っていますか？行ったことありますか？その USJ は2001年にできました。では、これを受け身形を使って表現します。USJ は2001年に作られました。USJ は2001年に作られました。今日は受け身形を使って歴史や出来事を表現するお勉強ですね。ここに出来事やものが来ます。そしては、ここにいつ、時を表すものが入りますね。そして助詞にが来ます。そして受け身形がここに入りますよ。まず、ここに出来事、ものが来ますね。そして助詞はが来ますよ。そしていつ、ここに時を表すことが来ますね。そして助詞にが来て受け身形が来ます。受け身形に関してはこちらのレッスンでお勉強しましたので、作り方がわからない方はちゃんと復習して作れるようになっておいてくださいよ。それでは早速練習問題です。東大寺の大仏ですね。皆さんは見たことありますか？この大仏752年にできましたよ。それではその出来事を受け身形で表現してください。大仏は大仏は752年に作られました。大仏は752年に作られました。続いて、京都の宇治にある平等院です。皆さんは行ったことありますか？とても美しいお寺です。その平等院は1052年にできましたよ。それでは、この出来事を受け身形を使って表現してください。平等院は平等院は1052年に作られました。平等院は1052年に作られました。続いて、受け身形のパート3の2、出来事や歴史を表現するお勉強をします。まず、こちらを見てください。モナリザの絵ですね。こちらの絵、誰が描きましたか？ダ・ヴィンチが描きましたね。これはダ・ヴィンチによって描かれてますね。これを表現しますよ。モナリザはダ・ヴィンチによって描かれました。モナリザはダ・ヴィンチによって描かれました。今日はどういう人物によってその動作が行われたかを表現するお勉強です。歴史、出来事を表したり、その人の成し遂げたことを表すことができます。まず、ここに名詞が来て、何々は、そしてここに誰、人物が入ります。そして、によってという言葉を使うんですね。によって、ここに受け身形が入ります。これで歴史、出来事を表す、そしてその人の成し遂げたことを表すことができます。
いいですか？もう一度いきますよ。まず名詞が来ますね。そしては、誰。こちらに人物が来ますよ。そして、によって、そして最後に受け身形が来ます。それでは早速練習問題です。まずこちらですね。東大寺の大仏です。こちらは聖武天皇が作りましたよ。それでは聖武天皇の成し遂げたことを受け身形で表現してください。大仏は聖武天皇。大仏は聖武天皇によって作られました。大仏は聖武天皇によって作られました。続いて、京都にある金閣寺お寺ですね。皆さんよくご存知のお寺だと思います。こちらは足利義満が作りましたよ。では、この足利義満の成し遂げたことを受け身形で表現してください。金閣寺は足利義満。金閣寺は足利義満によって作られました。金閣寺は足利義満によって作られました。続いて、和歌山にある高野山という有名なところです。こちらは空海が開きました。それでは空海の成し遂げたことを受け身形を使って表現してください。高野山は空海。高野山は空海によって開かれました。高野山は空海によって開かれました。続いて、受け身形のパート4。製品や原料を表現するお勉強をします。まずこちらを見てください。バターですね。このバターはこのように牛乳が原料ですね。それを今日は表現しますよ。バターは牛乳から作られます。バターは牛乳から作られます。今日は受け身形を使って製品や原料を表現するお勉強です。まずここに製品が入ります。そして助詞のは、そしてここに原料が入ります。そしてからが来ます。そして作られます。こちら受け身形ですよ。作るの受け身形です。作られますが来ます。これで製品や原料を表現することができるんですね。もう一度いきますよ。ここに製品が来ます。そして助詞はが来ます。そして原料が来ますよ。その後にはからが入ります。そして作られます。これは作るの受け身形なんですね。それでは早速練習問題を始めましょう。それでは皆さんこちらを見てください。うどんの原料は小麦粉ですね。それでは皆さん今お勉強した受け身形を使ってこのことを表現してください。うどんはうどんは小麦粉から作られます。うどんは小麦粉から作られます。続いて、畳ですね。畳です。いぐさ
が原料ですよ。それではこのことを受け身形を使って表現してください。畳は畳はいぐさから作られます。畳はいぐさから作られます。続いて皆さんの大好きなチョコレートですよ。チョコレートの材料はカカオですね。それではこのことを今お勉強した受け身形を使って表現してください。チョコレートはチョコレートはカカオから作られます。チョコレートはカカオから作られます。今日は受け身形のパート3の1、受け身形のパート3の2、受け身形のパート4のお勉強をしました。皆さんしっかりと復習しておいてくださいね。ではまた次のレッスンでお会いしましょう。ごきげんよう。じゃんけんしよう。じゃんけん